いよいよ佳境を迎えるアイコン Z。 今夜あなたは衝撃の結末を目にすることになる。Z 世代のスター発掘オーディションアイコン Z。 男性部門はついに4次審査に突入。日本武道館で行われるファイナルに進出できるのは4グループの中から3グループ。脱落した1グループはその場で解散となる運命の戦いが始まった。最初にパフォーマンスを披露したのはリルリーグ。素晴らしいグルーヴ感とチームワークを感じさせていただいたなと思いました。グルーヴ感とチームワークを武器に審査員を魅了した。そして2組目クルーナーズはダンスやってよかったっすね。めちゃめちゃ成長感じててよかったです。ダンス初挑戦の壁を越えその目覚ましい成長ぶりをアピール。残すはあと2組。個人の総合力が高いメンバーが集う Z ファクション、そしてローティーンが中心でありながらダンス歴の長いメンバーが揃ったキッドマティック。果たして武道館のファイナルに勝ち進めるのは。今夜いよいよその結果が明らかに。4次審査3組目は Z ファクション。3次審査個人ランク10位以内が6人も所属する個々の総合力が高いメンバーが集まったグループだ。ボーカルラップ中間チェックでは個人技が光り見事1位を獲得。しかし振付ダンス中間チェックでは3位。プロデューサーからも厳しい評価を受ける結果に。 Z ファクションならではのカラーといいますか、さらに何か生み出してもらえたらもっともっといろんな可能性が膨らむかなという。さらに中間チェック直後の練習でもお客さんのために練習してる人がやっぱ少なくて、それぞれがやっぱこのチームでお客さんを喜ばせに行くっていう目的がやっぱ薄れてる。それぞれがうまく歌おうとしてるだけでなんかグッとこないんだよね、パフォーマンスが全て。指摘されたのはグループとしての一体感のなさ。シゲトラ以外のメンバー6人が2つのグループを掛け持ちしていてグループ内でのコミュニケーションが足りない状況が続いていた。厳しいダメ出しを受けグループ内に徐々に高まっていく危機感。そうすげえめっちゃわかりやすい。よかった。いや最強よ。そんな中行動を起こしたのは最年長のギレルメだった。平日とか会える時は結構都内組で会ってて、スタジオ行こうぜって一緒に踊って。週末合宿以外の平日に東京近郊に住むシゲトラと葵を誘っての自主練習。定期的に集まって苦手なダンスを特訓してもらう。さらに合宿終わった次の日を話し合う。そうみんなでミーティングして。ミーティングのきっかけになったのはギレルメがメンバーに送った1本の LINE。 そこには70行にもわたる長文でギレルメの熱い言葉が綴られていた。いらないプライドって自分の成長スピードを結構止めると思う。技術ももちろん大事なんだけど、それ以前にまず人間力と信頼関係、
自分含めてもっと意識を変えないといけないと思いました。その正也さんが日曜日にみんなにバーッとボロクソ言われたことに対してめっちゃ考えて、なんかこれを僕が言わなかったら一生みんなこのままでデビューしてから苦労するって嫌われてもいいからちょっとみんなにでもちゃんと言おうと思って言って、ギレルメの LINE に応える形で行われたメンバー全員のオンラインミーティング。それぞれが初めて正直な気持ちを打ち明け合ったという。これといったことを誰も言い出さなかったっていうのもあったんですけど、でその中でマサ君がズバッて言ってくれたっていうのがあって、そのミーティングでも結構みんなが思ってる一人一人が思ってたこととか全部吐き出して辰弘さんがその僕たちと練習してる時にはずっと笑顔でそういう姿を全然見せなくて、初めてその泣いてる部分とか弱い部分を初めて見て、結構そこで、泣いちゃったっていうか、結構感情っていうか感極まって泣いちゃったんですけど、親戚からとかやっぱ友達とかやっぱ応援されてる分頑張んなきゃとか思ったり、なんか歌もダンスも全部完璧でいないといけないとか、なんか本当に弱い自分を見せきれてなくて、無駄にちょっと本当に考えすぎてて、なんかダメな方向に行ってたところを本当にみんなが言ってくれて、一人一人が本当に自分に対して言ってくれたので、本当に救われました。実力があるがゆえに個々のプライドも高く、これまでなかなかチーム力を発揮できなかった Z ファクションがそのミーティングをきっかけに少しずつ変わっていった。なんかどうやったら良くなる？あとどうやったらかますってよりかは出す。俺らで行くぞっていう。俺がじゃなくて俺らがそれぞれが遠慮なく意見をぶつけ合い、全然いけない。こっちに馴染む時は難しかった。徐々にグループとしての意識が生まれてきた。そして迎えた4次審査本番。今まで通りのことをやる。はい。さっきも言ったけど、俺らに夜明け来たから。絶対勉強神が集まってこれで今発揮できる。よし。全員揃ったら7人最強。よしよし。よし行くわ。やりまして。よし。せーの。一つになった僕たちを見ていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。武道館進出なるか、それとも最後のパフォーマンスになるのか。果たして迷い込んだ迷路、僕らは抜け出す、バブまで溶かす。一人じゃないから奪い物はもうないさ。 No I won't stop、 止められないブースター、このまま飛ばしてくるさ。シンクロナイズで食らいつく夢までしきとない力強く踏み出すパワー、諦めず No way、 月より光る眼差し遠く見つめて、狙いを定めた場所へ足並みスロー with the body flow、 君のユニティ今宵でのよくなる嘘経験、空に飛ばそうとの声を僕
の番 so strong このまま go on 技術はまだまだ果てしない永遠に数えるブレスなスウェルの決死の can't wait 恐れずに straight gonna be alright 重ねていく日々に気がつけば深め合う dream 絆が生まれてから強くなれるのさ、yeah, yeah 眠れず続く夜を数えて檻を抜けたステージへ片方の身に込み Running Flow 君とゆりにコヨーテのよくなる嘘 Yeah, yeah 空に飛ばそうこの声を Yeah, yeah 君とコヨーテのよ響かせようゆりに神秘的なムーンライト照らす僕らが魅了する華麗な君と見つけた世界君とゆりにコヨーテのよくなる嘘 Yeah, yeah 空に飛ばそうこの声を Yeah, yeah 君とコヨーテのよ響かせようゆりに果たしてプロデューサー陣の評価は？今回のステージを見て何かみんなの中で魂みたいなものをぶつけてやろうみたいな勢いっていうのが中間発表と違ってプラスされたのかなという印象でした。で、個人的にはギレルメ君頑張りましたね正直僕たちプロデューサー陣も無謀な挑戦といいますか、ギレルメ君をこのグループに入れるっていうのは結構な挑戦だったんですけども、それをねしっかりと答えてくれて、ダンスを始めて2ヶ月間っていうのは全く感じないぐらいグルーヴも出てましたし、その後のラップも勢いあって最高だったのでね。サビチームはこんなに難しい曲を踊りながらすいませんでもすごいですね、ああやってしっかり表現できてたのは。いや特に中村達弘君すごいな、しっかりあれ歌うんだもんな、バビッと。やっぱりあそこ一番最初にバーンって出てくる人が一番大事だったりするので、それをしっかりこう請け負っていたので、この曲がすごい成立したと思います。本当にみんなは兼務メンバーも多いし、なんかこのオーディションを象徴するようなそういうチームになるのかなっていうふうに思ってて、すごく注目して見てたっていう本心があるんですけど、なんだろう、それ以上のみんなパフォーマンスしてくれたと思いますし、今出せる最高のパフォーマンスは出せたと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。果たして B ファクションは4次審査突破できるのか。ラストを飾るのはキッドマティック。ローティーンが中心だがダンス歴の長いメンバーが集まったグループだ。与えられた課題曲のテーマは男の色気。振り付けダンス中間チェックではそれを見事に表現してランキング2位の評価に。しかしボーカルラップ中間チェックでは4グループ中最下位。マイクパフォーマンスでの課題が浮き彫りになる結果に。実はダンサーを中心に結成されたキッドマティックにはこのオーディションで初めてマイクを握るというメンバーが3人も。さらに13歳の桃田ハイマは現在変声期の真っ只中。はい、じゃあ問題のそこどうする？自己頑張る？頑張りたいですけど、これにダンスついてくるって思うと間に合うかなっていう。来週までハイマが任されていたのは曲の一番最後のサビに向かう直前、タイトルを歌い上げる重要なパートだ。
しかし高音がなかなか出せない。その声変わりの途中やからこそなんか低くなってるので高音は結構しんどい。一方ダンスでも4次審査に向けグループとしての課題が見つかった。いいね。コウタはね、気持ちが入った瞬間と入ってない瞬間が差がすごすぎるからオフになる瞬間はねオフになっちゃうんだよ。ハイマさすげえパフォーマンス上手な分時々ね一瞬集中力切れた瞬間にそれがめっちゃバレるんよ。指摘されたのはパフォーマンス中に集中力が途切れているということ。ちょっと1個やろうと思ってることがあって8人いるので、4ペアに分けます。同じチームメイトの目を見て踊れなかったら当たり前だけどあんだけそうそうたるメンツが前にいてその人たちの目を見てドーンって勝ちにいけないですね。2人1組になって相手の目を見ながら踊る。目の前の相手だけを意識し集中を切らさない練習だ。ここから先求められるのはテクニックではなく見る人の心を動かすパフォーマンス。審査をするプロデューサーたちの心をつかめなければデビューへの道はないのだ。いやーめっちゃいいよ。やっぱり対象がいて自分が誰に向かって踊ってるのかっていうことが明確になると踊りってすごく意味を持つんだよね。みんなのやってることはやっぱり人の心に届けるっていう、あくまでもみんなは常に人に向かって踊るんだっていう、誰かに向かって踊るんだっていうことを意識してほしい。迎えた本番当日、ここまで練習は十分に積んできたがまだまだ不安な点も。このジャイアント無理、今日無理。みんなの不安な気持ちを見透かしたかのようにそこに現れたのは俺は大きい声で「フォー」とかは言えないかもしれないけど心の中ではフォーって叫んでるからみんなも踊る前に今声が聞こえるなって思いながら頑張ってもらえたらなと思います。じゃあみんな頑張ってこーい。スイッチが入ったキッドマティック、人の心を動かすパフォーマンスはできるのか。見ている方々全員の心を幸せにさせます。よろしくお願いします。お願いします。武道館進出なるか、それとも最後のパフォーマンスになるのか。果たして街風はめき出すパーティータイム、そのリズムに触れてみたい。 It's such a beautiful day、 今日も君へ会いに行く It's my time。 光がブルーのスキンはハッピー軽やかにトリッピン、ネオンの新世界飾る Z 世代 Wish the happy な僕は perfect ぶち壊せパンパンの your head、 後悔だけで get now いつだってそう今を Why I can't take my eyes どんな時も夢を見て眠れないくらい、このステップで変わるシティ、街中が輝く、ほら今すぐ踏み出してこのジャイアンステップ、君とダンシング、yeah、 光近づくように I wanna see your move、 自由に追いかけるこれが僕のスタイル、止まらないで空
離せないパラダイスレクラムクラ僕たちがニュースター未来しかない狙いで楽しいことだけ Do I can't take my そんな時も夢を見て眠れないくらいステップで変わるシティ街中が輝くほら今すぐ踏み出してこのジャイアンステップ君とダンシングだぜ光近づくようにI wanna see your move 自由に追いかけるこれが僕のスタイル止まらないで So love it バレー体中が動き出す今で今夜取り上げそう Take your life baby always on my mind 止まらないで So love it バレー思い通りにいかない日も足取りはそのままで OK 大胆不敵前だけ見る Dream このジャイアンステップ君とダンス光が近づくように Dancing I wanna see your move 自由に追いかけるこれが僕のスタイル止まらないで So love it バレー体中が動き出す今で今夜取り明かそう Baby always on my mind 止まらないで So love it バレーいいね。果たしてプロデューサー陣の評価は？山本君と遠藤君、この2人がこのグループのカラーをすごく作ってるなっていうショーに見えました。この2人がいることで早熟セクシーでしたっけそういったセクシーさだったり大人っぽさだったりものすごくグループのカラーになって化学反応が起きてるんじゃないかなって思いました。山本浩太君この曲しかも得意だね。ハマってるんですね。得意っすね。桃田君もよくねこういう曲を表現できたのがすごいと思うな。なんか、まあいろいろな巡り合いでこのチームが組まれたと思うんですけど、今回のオーディションで出会ったことをそれぞれの人生に生かして頑張ってほしいなって改めて最後トリでキッドマティックがそれを証明してくれたと思うので、いいエネルギーいただきました。お疲れ様でした。果たしてキッドマティックは4次審査突破なるか？全4グループのパフォーマンスが終了。武道館行きのチケットを手にするのはどのグループか。審査は難航した。こうつけがたい。果たして下された結論とは？それではいよいよ4次審査合格グループの発表に移ります。全4グループのうち上位3グループが合格、最下位となったグループが落選ということでしたが、審査員の方々非常に悩まれたということで、今回はランキングをつけずに合格グループ3組と不合格グループ1組を発表します。それではあきらさん、まずは4次審査通過の1つ目のグループの発表をお願いします。それでは発表します。アイコン Z 4次審査通過グループ1グループ目はリルリーグ。おめでとうございます。ファイナルステージ武道館への切符を最初に手にしたのはリルリーグ。みんなのおかげであれこの曲ってこんなにいい曲だっけなみたいな
なんかそこまでこう思わせてくれた皆さんにこう歌ってもらって、曲がねものすごい喜んでました。それぞれのキャラがものすごい立ってきて、みんな一人一人の掛け算っていうか、なんか集まった感じでチームとしてのパワーがものすごく出てるグループだなっていう感じをビンビン感じたので、すごく今後も楽しみだなと思いました。メンバーの個性が合わさった一体感のあるステージングで、リルリーグが真っ先にファイナル進出を決めた。では兼任グループがあるメンバーはステージ上の兼任するグループに合流してお待ちください。ありがとうございます。続いて4次審査通過2つ目のグループの発表です。はい、通過グループ2グループ目はキッドマティック。おめでとうございます。続いて武道館への切符をつかんだのはキッドマティック。すごい、魅了されました。ものすごいこう踊れましたし、皆さんがそのグループを、作ったなと思います。山本君、遠藤君中心にグループが一つのねこうカラーを生み出して挑めてたんじゃないかなっていう、そんなステージだったので、武道館に向けて頑張ってもらえたなと思います。さまざまな不安を乗り越え、見事4次審査突破を決めた。そして残るはあと2組。次に名前を呼ばれなかったグループは脱落が決定し、グループは解散。そして他のグループと兼任をしていないメンバーはこのアイコン Z オーディションからの落選が決定する。果たしてはい、アイコン Z 4次審査通過グループ3つ目のグループは、通過を決めたのは Z ファクションか、それともクルーナーズか。クルーナーズ。おめでとうございます。見事最後の一枠を勝ち取ったのはクルーナーズ。平均年齢が最も高いクルーナーズがラストチャンスをかけたパフォーマンスで悲願の4次審査突破を決めた。一アーティストとして、男として人間としていろんなものをこのクルーナーズからは学ばせて、いただき、本気を出せばここまでね人は成長できるんだっていうのをいろんな勇気を与えてくれたんじゃないかなと思っております。心が震えましたね。このプレッシャーの中本当に大変だったと思うんですけども、みんなで掴み取ってやろうというチーム力みたいなものがすごい感じられたので、ものすごい、感動しました。そして最後まで名前を呼ばれなかった Z ファクションはここで脱落。グループの解散が決まった。掛け持ちしている6人はそれぞれ別のグループの一員としてファイナルステージへ進む。しかしたった一人グループを兼任していない佐藤重虎はここでアイコン Z から脱落。個々の総合力が高いメンバーが集まっていた Z ファクション。兼任メンバーが多い中、ギレルメの LINE をきっかけにようやくグループとしての一体感が生まれてきた。しかしあと一歩のところで
デビューは叶わなかった。コヨーテのよう響かせようユニティ。 G ファクションの皆さんは残念ながらここで落選となります。最後にメンバーから一言ずつお願いいたします。すごい最初は個々が強くて、なんていうんですね、考えがぶつかり合うみたいなのも多くて、でもこの G ファクションで活動していく中で学んだことがすごくいっぱいあるので、それをこれからの自分の活動につなげたいなって思います。4次審査を審査していただきありがとうございました。みんなとパフォーマンスできたことは僕にとってとっても誇りです。僕がやっぱダンス未経験でちょっと悩んでる時とか、レッスンの合間を縫って僕のスタジオで練習してるとこに来てくれた重虎と葵には本当に感謝しています。重虎の分まで次の武道館でいいパフォーマンスをしようと思います。本当にありがとうございました。本当にこの G ファクションっていうのは自分を変えてくれた、ここ最近で本当に変えてくれたきっかけでもあって、本当にもう一人でもう何もできない、考えることすらきつくなってしまうことがこの合宿期間中にあって、でそれを解決してくれたのがこのメンバーのみんなでもあって、で本当にめっちゃ悔しいんですけど、もうこの自分のことを変えられたメンバーのことを絶対忘れないようにして、本当に無駄にしないようにこれからも頑張っていきたいです。正直すごい今は悔しいの一言しか思い浮かばないんですけど、この Z ファクションのメンバーと「コヨーテ」という楽曲をパフォーマンスさせていただいて本当に嬉しかったです。みんなそれぞれチームのためになんか思ってる気持ちとかが日々の練習からすごい伝わってきて、自分も兼任してるキッドマティックでもここで得た刺激とか気持ちの高まりとかもっと倍にして武道館で披露できたらなと思うので、その言いたいこととかも言い合ってやっとグループ感が出てきて、今日ここで脱落となってしまうっていうのはすごい残念なんですけど、この出会いを忘れずにこれからも自分の夢に向かって全力で頑張っていきたいと思います。そして20人の中でたった一人脱落が決まった重虎は本当に最初このチームはなかなかコミュニケーション取れる時間とかもなくて、なかなかまとまることができなかったんですけど、本当に一人一人本当に優しいし、スキルがあるし、本当にすごい人たちで、人間性というかいろんなことを教えてもらって、このチームには。でここで自分は落選してしまうんですけど、他のみんなは兼任チームで武道館に立てるので、本当に何ですかね、このチームだけでこのチームだけではなくて、本当にこの自分以外の19人全員本当にすごい優しいし、それぞれ歌、ラップ、ボーカル本当にすごいと思うので、
武道館で本当に頑張ってほしいと思います。ありがとうございました。ものすごくいろいろ考えさせられて、本気でもう悩んで、今の時点だったらこうだよねっていうことで今日の結果になりました。なので全てがなんだろうな、その時のだけのことではないと思うので、人生って。だから今の涙は自分も俺も絶対忘れないので、みんなも絶対忘れてほしくないなっていうふうに話聞いてて思いました。ありがとうございました。こうして4次審査が終了と、その時。はい、それでですね、ちょっと今までのルールというか、今の審査方法とちょっと違うんですけど、あまりにも今日のみんなのいろいろな刺激を僕らにくれたし、でその中でですね、やっぱ重虎君もめちゃくちゃ輝いてたし、やっぱり頑張ってたし、そこでやっぱ諦めてほしくないですし、重虎君を、これすごくさっき本当に話して、みんながどう思うか分かんないですけど、キッドマティックに入ってもらって、武道館でキッドマティックとしてパフォーマンスするとすごく合うんじゃないかっていうことを思ったので、キッドマティックの他のメンバーはちょっとびっくりするかもしれないですけど、重虎君をキッドマティックに入ってもらって20人全員で武道館行くっていうのはどうでしょうか。はい、ということです。はい、ということは次の審査に全員進むということですね。そうですね、それがやっぱ LDH 流ですし、やっぱ誰一人かけられないな、かけることができないなっていうのはさっきずっと時間かかって話してた結果なので、20人全員で武道館を盛り上げていただけたらなと思っています。よろしくお願いします。お願いします。なんとプロデューサーヒロからの緊急提案で、重虎はキッドマティックの9人目のメンバーとして再スタートすることに。4次審査を通過した3グループで急遽20人全員がファイナルステージ武道館に立つことが決定。マジでよかった。本当によかった。重虎の努力の成果に。お疲れ様でした。でも本当にみんなのパフォーマンス変わってんの、意見が。ありがとうございます。これ真面目な受からないとかじゃなくて、ベストパフォーマンス見せてほしいなっていう感じです。今成功しようがしまいがどうでもいいぐらい、絶対に食らった方がいい。間違いなく食らえば食らうほど絶対深みが出て、みんなだったらそういう絶対になるなと思ったんで、はい、頑張ってください。ありがとうございます。